皆さんおはようございます。帰国して2日が経ちましたね。全然余裕で時差ボケなんですけど、冷蔵庫のものがマジで空っぽなので、今日は今から食料品の買い物に行っていきたいと思います。今、日本食スーパーの入り口に来ています。アメリカのスーパーも行くんですけど、やっぱり日本食が食べたいっていうことが多いので、日本食スーパーに立ち寄ることは欠かせません。さーて、買い物行ってきます。ロサンゼルスの納豆の値段見てください。1パック 2.59 ドルってことは300円ぐらいかな。けど全然買えますね、この値段でも。納豆やっぱね好きなんで、なんかふと食べたくなる。私の好きなのはこの梅風味味、これ美味しいんですよね。この上のも美味しいんだけど、納豆の値段はこんな感じですね。デビッドのさ、What's your favorite Japanese food?パンケーキアメリカじゃね？パンケーキアメリカだろ。はい、私があんまり料理を作らない。パンケーキが第一声ってことは、私が料理しないことがもろバレですね。頑張ってるんですけどね。ねえ見てホットケーキミックスがめっちゃ安い。だってさ、いつも5ドルって言ってるのにさ 1.79 ドルだって。買います。買うあんたのショッピングスプレー。なんつうルッキングフォースが生わさびだからローわさび。I found it。生わさび、皆さん、私これ好きなんですよね、生わさび。なんか全然見つかんなくてさ、ここにあったのか。しかも値段最高。インスタントの味噌汁を探してたんですけど、そしたらお茶漬けコーナーがソールドアウト。なぜか梅茶漬けだけがめっちゃ残っております。なんでだろう、人気ないんかな。で、あとこのインスタントの味噌汁全部売り切れてます。なんでだろう。なんかインフレの影響とかあると思うんですけど、ちょっとこんだけあからさまだと怖いな。日付が持つからね。うちも欲しかったんですよね。朝一のスーパーは誰もいなくて最高なんですけど、このなんていうんですかね、お惣菜コーナーはさすがに空っぽですね。
ナンズ。本日2軒目のスーパーはみんな大好きトレーダージョーズ。我々はトレジョと呼んでおります。こちらのお店ではオーガニックの商品がお安く買えるカリフォルニア生まれのアメリカで人気のスーパーマーケットです。トレーダージョーズのスナックコーナーです。種類が結構豊富で、ここのスナックはすっごい食べやすいです。なんかすごい甘みたいなのがあんまりない気がします。だからうちは結構買ってますね。お菓子がやめられない。スーツケースに余裕がある方はお土産探しをしてみるのもおすすめです。いやおかしいやろ、子供か大の大人おじさんがこんなことしてます。これが今日のトレーダージョーズっていうスーパーマーケットでの購入品です。なんか乳製品が多いかなって感じですかね。乳製品よくここのお店で買ってます。モッツァレラチーズとか牛乳に入れるハーフ&ハーフとかアーモンドミルクとかね、このケファーっていうヨーグルトとかで、特に私が好きなのがこのブラータチーズですね。多分みんなも好きですよね。ブラータチーズ2個入りかな、大好きですね。そうで買ったのがこのすでにブラータチーズとプロシュットとアルゴラがピザに乗っているっていうのに追加でアルゴラの葉を自分で乗せて、あとブラータチーズを上乗せします。このコンビネーションがたまらん。これにこのスライスのオリーブを乗せてワインと一緒にって感じですかね。で特に私が結構気に入っているのがこのトレーダージョーズの3枚入り板チョコレートですね。ダークチョコレート with almond って書いてるんですけど、アメリカのなんか普通のチョコレートは私は甘いって思うので、ダークぐらいが結構私が求める甘さのチョコレートかなっていう気がしていて、これはいつも買ってますね。で私のお気に入りなトレーダージョーズのブラータチーズです。なんかブラータチーズを食べ出してから、なんか昔はヨーロッパとか行ってなんかイタリアのモッツァレラチーズとか食べたらすっごい感動してたんですけど、なんか今はこっちの方が好きだなって感じで、この間ヨーロッパ行った時もあんまりモッツァレラに感動しなかったです。それからこの$3ボトルのワイン、トレーダージョーズが出してるチャールショーっていう、もうなんかね種類的にはシャルドネとかキャブネとかなんかいっぱいあるんですよ。多分もう 6,7 種類ぐらいあるんじゃないかな。でもうちはこのレッドブレンドっていうこのカリフォルニアのワインをよく気に入って箱買いしています。これだって$3ですよ。最高でしょ。ですごい飲みやすくて、だから家にいる時とかはよくこれ飲んでますね。でなんかまあちょっとデザートワイン甘いのが欲しい時にジンファンデルをたまに飲んでます。いやこれはまあそのスーツケースとかパンパンじゃなかったらすっごいおすすめ。だってたった$3ですよ。
そう、これはすごいベネフィットですね。カリフォルニアのワインが$3で飲める。なんかね、コロナ禍の時$2とかだったんですよ。多分昔はもっと安かったのかなって感じです。でもね、やっぱりね、年々インフレとかにも合わせて値段が上がってきてます。 with nuns。 こんにちは。ヨーロッパから帰ってきて荷ほどきをしていたんですけど、でそこでちょっと気がついたんですよ。あ、私イタリアのアウトレットでの購入品の紹介をしてなかったということで、今日は、まとめてイタリアでの購入品の紹介と、ちょっとしたレビューの動画を撮っていきたいと思います。それでは早速プラダからいきます。プラダはですね、こちらプラダのカードケースですね。私はアメリカで現金を持ち歩かないので、カードケースを使っています。でこのカードケース結構ね、中入ります。こんな感じでクローズショット見せます。はい、こちらのカードケースは$215で購入しました。今アメリカのプラダのウェブサイトでは$500ぐらいで売ってるので、まあちょっと型落ちしてる去年とかのモデルかもしれないんですけど、使える分にはね全然使えるんで、私はいいと思います。はい、次いきます。はい、お次はこちらですね。プラダのウィストレット、こういう感じです。クローズショットをお見せします。ウィストレットはこうやってここの腕につけてこういう風に持つことができる、結構カジュアル、なんか物が少ないけどちょっとその辺に行く時とか最小限のもの、お財布と、携帯とかを入れてどっか行きたい時にこういう風にして使えるかなと思って買いました。実はこちらのウィストレット、黒ともう一色ちょっと選びきれなくて、なんか春夏はこのピンク可愛いなと思って、この桜っぽいピンクのウィストレットも買いました。こちらは、$230でした。で例えばアメリカだとネットでどれぐらいで売ってるのかなと思って見てみたら、$400ぐらいですね。なのでアメリカと比べると半額ぐらいで購入することができました。はい、お次。こちらはプラダの、サフィアのレザーの、ミニクロスボディバッグ。こちらにチェーンがついていて、こういう風にして肩からかけたり、クロスボディ横にこうやってかけて使うことができます。なんか春夏とかにいいのかなと思って明るい色のこちらのサフィアのレザーのプラダのミニバッグを買いました。ちなみにこちらは取り外しもできるんですね。なので取り外すとこうやってクラッチバッグみたいにして持つことができます。はい、以上がプラダの購入品になるんですけど、プラダはですね、その工場が近いということもあって、あそこのアウトレットのことをプラダの工場って呼ぶ人もいますよね。私も何度かあそこはプラダの工場が近いから、その世界で一番プラダのアイテムをお得にお買い物できるっていう風に聞いたことがあって、その通りだなとは思いました。とにかく本当に品数が豊富で、色とかも結構種類があるのでお買い物していて楽しかったです。はい、次はモンクレールですね。でモンクレール、購入品はもうないんですよ、端的に言うと。最後まで結構迷ってたんですけど、やっぱなんか若干肩がきつくて、ちょっと動画載せときます。こちらのジャケット迷ったけど買いませんでした。全体的なレビューからいくと、種類は結構あったんですよ。なんですけど、なんかサイズになると本当に小さいサイズしか残ってなくて、でなんかやっぱね、そのお値段は魅力的だったんですけど、安いとはいえやっぱ10万円近くはするわけじゃないですか。なので、今回は控えました。
はい、次、バーバリーですね。バーバリーのレビューをしていこうと思うんですけど、動画でお見せしたんですが、たくさん試着させてもらいました。っていうのも、私は本当にバーバリーのトレンチコートが欲しくて、特にねフランスに行った後だったんですごい欲しくて真剣に探してたんですよ。なんですけど、なんかいいものはやっぱりサイズがなかったりとか、そのサイズがあるんだけどなんか100点満点つけれなかったというか、なんか本気で欲しいとまで思えるコートが見つからなくて、あそこでは買いませんでした。ですがどうしてもバーバリーのトレンチコートが欲しかったので、ヴィンテージショップでバーバリーのトレンチコートは購入しましたということですね。で最後です。最後はトム・フォードのサングラスです。ちょっと中開けていきます。こちらはそうこれですね。トム・フォードのサングラス、クロスアップをお見せします。はい、かけてみます。こんな感じです。なんか使いやすいし、全然低い鼻の私でも落ちてこないというか、ちゃんと止まるんで、これはすごく気に入って買いました。トム・フォードのこちらのサングラスは元値が350ユーロぐらいだったんですけど、それが170ユーロだったかな。まあもう半額ですよね。なので購入しました。はい、以上が私のイタリアのアウトレットでの購入品とちょっとしたレビューの紹介でした。デビッド、何かありますか？ Yeah, let me show you what I got. Hi everyone, I'm David. I just wanted to show you what I picked out for myself. Some Tom Ford sunglasses. Let's see the box. Pretty happy with them. They're very wearable. None really likes them. That's all that matters. And some of you have mentioned that after watching our Prada video that you liked the blue jacket. I'm sad to say we didn't get it, and I regret not getting it because it looked so good. It was such a good deal. But we were running late to catch the bus and we didn't have time to go back. So my only advice is say, don't hesitate, get it if you think you like it. That's all from me. Bye for now. 皆さんこんにちは。今日はね、もう3日目になるかな。私たちがヨーロッパから帰ってきて、もうね絶賛時差ボケ中ですよ。なんかね寝れるんですけど夜、でもなんかね突然夜中の2時ぐらいに朝やみたいな感じで目が覚めるんですよ、2人とも。なのでね苦しんでおります。ヨーロッパとロサンゼルスって9時間ぐらい時差があるんですよ。で日本とロサンゼルスが16、7時間ぐらいかな。でなんか16、7時間ってもう約1日じゃないですか。で 1日ぐらいあるともうなんか体がいい意味諦めるっていうかでもなんか異様な9時間、なんか微妙な半日ぐらいって結構なんか体が大混乱するんですよね。なのでなんか早く戻ってほしいっていうかね、そんな感じです。で今日は、天気もいいしね、うちにクラシックカーがあるんですけど、もうクラシックカーも全然エンジンかけてないので、ちょっとクラシックカーのエンジンかけるついでに、太陽も浴びに行こうかっていうことでマリブの方にドライブに行ってこようと思います。それでは行ってきます。日曜日だからね、みんな出歩いてるよね。
ってことで多分渋滞が激しそうですけど、まあ行きます。他の車がめっちゃ大きく見える。この車が小さすぎてね。私は今ビーチに着きました。見えるかな。なんかルーフを上げてたんで髪の毛ボッサボサですね。で口パッサパサ、まあ、だけど来てよかったです。なんか思ってたほど全然混んでなかったし、道もなんかすごくいい気分転換になります。今日はなんかここの建物で今から結婚式があるみたいですね。いやこんな海が見えるね場所で結婚式とかできたら最高ですよね。今日なんて全然風もないし、昨日までめっちゃ強風だったんですよ。反対側の方はサンタモニカの方ですね。サンタモニカとかベニスビーチで空港 LAX の方ですね。やっぱりまだ寒いんですけど結構ビーチに人がもう出てますね。よかったね。I'm glad like we came today. It's a great location. You lucked out. そう結構ね今日3日目って言ったんですけど帰国してからね。だけどずっとアパートにいました。だらだらはしてないけどなんかアンパックしたりとか荷ほどきですよ。荷ほどきでようやく家を出ましたって感じここが最初の場所でよかった。じゃあ今からワイン飲み行こうか。Wine time. Feels like it. We worked hard. はい。まあじゃあ帰ろっか。Let's go home. Okay. では。See you later.コルベット。どんな人が乗ってんだろう。超キラキラしてる。今お家に向かっているんですけど、ここはアボットキニーブルバードです。第1話で皆さんに紹介しましたね。今日は日曜日でやっぱり人手が多いですね。あ、アボッツピッツァだ。人多いかな。こんにちは。今日は今から近所のボートがいっぱい止まっている、
マリーナが見える、イタリアンに行ってこようと思います。後ほど。イタリアンレストランの列がやばすぎたので、デビッドを列に残してきて、私はこのマリーナをお散歩することにしました。デビッドありがとう。もうね、ここのマリーナ何台止まってるんですかね。もう多分駐車するだけでも月々相当お金かかると思うんですよね。今日はね、そんなに風が強くなくて、この時間でもお散歩ができるって感じですね。早くテーブルがもらえるといいなって感じですね。5分程度私は散歩をしてきて、今からデビッドの元に戻りたいと思いますね。えちょっと列が進んでるといいけど、なんか後ろに来た人ももう今日ここでディナーするのやめようよって言ってましたね。並びたくないですよね、せっかくの週末ね。まあでも本当にロサンゼルスはどこに行っても人が多いです。じゃあデビッドを見に行ってみましょうこう自転車がすっごい通るから気をつけなきゃいけない。ちょっと列が進んでいる。皆さんにアップデートです。私たちがパスタ屋さんに並んでいると思っていた列はまさかの横のお寿司屋さんでしたもうなんかね20分ぐらい並んでたんですよ、なんだかんだ。多分デビッドはトータル、私はちょっと散歩とか行ってたんですけどエントランス入り口が一つしかなくて、しかもなんかもう通りで列が全然進まないなと思ったんですよ。お寿司って時間かかるじゃないですか。まあそういうことですね。私たちは気を取り直してイタリアンレストランでテーブルをもらおうと思います。行こうか。リスト。案の定ウォボに行ってみたら満席ということで、なんか中にも席があるみたいなんですけど、やっぱりねこのマリーナのビュー見たらここの席がいいですよね。このマリーナが見えるということで、さらに待つことにしました電話番号を渡しておくと席が空いた時にメッセージしますっていうことだったので、もうちょっと散歩でもしながら気長に待ちたいと思います。ちなみにちょっとまだ今待ってるんで言っとくと、ここのロケーションっていうのは空港からタクシーとかウーバーで15分から20分なんで、最後ちょっとフライトまで時間があるっていう方なんかは立ち寄ると最後いい時間が過ごせます。お、テーブル来ました。では行ってきます。ですよ皆さんね、サンセットも見える。ここだったら、いやここ座っちゃったらさ絶対どかないですよね、そう簡単には。わかるわ、ここが開かない理由。
チャオペペが来ました。これが3品目ですね。あとはデザートが来るのかな。もう結構お腹いっぱいになっちゃったんですけどね。でもこの景色には飽きません。実はさっきのチャオペペが塩辛くて、このバジルのパスタと交換してもらいました。いや、ようやくティラミスが来ました。はい、てなわけで今私たちはウオボのレストランを出ました。How was it? どうだった？しょっぱい。そう、私たちはテイスティング3種類のパスタとなんかハマチとかなんかいろいろその前菜が来るコースをオーダーしたんですけど、3品目に来たチャオペペっていうパスタはもう一口口に入れてすごいしょっぱくて、別のパスタに交換してもらいました。まあそのクレームを言うわけじゃないんですけど、もう本当にロケーションとかは最高ですよ。だけどちょっと本当にしょっぱくて、バジリコっていうトマトが乗ってるパスタはしょっぱくなくて食べれました。まあだけどサンセットの時間とかね、もう日中もすごいいいビュー。ここの通りってリッツ・カールトンとかあるんですよ。まあそのリッツ・カールトンとかにお金を使うよりかは、まあここで安く食べれて、まあこのマリーナのそうだね、うん、ビューも、エンジョイできるっていうことで、まあただちょっとしょっぱかったよね。I feel really dry. I need more water. じゃあ水を飲みに家に帰ります。では皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。